皆さんこんにちは。私たちは東京から熱海のリゾマンに移住した夫婦です。今回はリゾマン所有におけるリスクについてお話ししようと思います。私たちが住むマンションはご覧の通り海の目の前に建っております。海岸に立つマンションの塩害についての動画も公開しております。よろしければそちらもぜひご視聴ください。それでは今回の内容です。充実したリゾマンの共有設備、それゆえの弊害、構築年数による再犯のリスク、相続放棄についてもお話しします。それではまず周辺の環境を見ていきましょう。エレベーターですぐに海岸に降りられるのはすごいメリットです。夏は目の前の海で海水浴もできます。海に飛び込めばいつでも魚たちがお出迎え。もちろん釣りだって楽しめます。季節ごとにさまざまな魚種が顔を見せてくれます。やったきたー。来た。イカの吐く墨には注意が必要です。釣った魚はすぐにさばいて食卓へ。スーパーの刺身とは一味違いますよ。また敷地内には桜の木もあります。自宅の前でお花見なんて最高です。ここ熱海では年に数回花火大会が開催されます。私の住むマンションからも見ることができますが、海岸に上がる花火には趣があります。次に館内の設備も見ていきましょう。こちらはキッズルーム。小さなお子様たちの憩いの場です。続いて談話室。喫煙室も完備しています。パントリーでお友達とパーティーをしたり、アスレチックルームで運動不足解消もできます。静かに過ごしたい方は読書なんていかが？カラオケルームもあるので日頃のストレスも解消できます。そして何といっても最高なのが温泉大浴場です。ですが当然この設備を維持する費用は管理費によって賄われます。使おうが使うまいが所有者全員で費用を負担し合うことになります。まとめです。リゾマンは共有施設の充実が魅力ですが、その維持にはお金がかかります。
次に築年数の経過したリゾマンの再販売についてです。私のマンションでは年に10件程度オーナーが入れ替わっているようです。売りに出されると比較的早く購入されているみたいです。熱海でも珍しい全室オーシャンビューの立地とホテルライクな設備のおかげだと思います。ただこの状況がずっと続くわけではありません。全く売れなくなった時、どうやって処分しようかと考えることもあります。まとめです。築年数と再販のリスク。築年数の経過したマンションは付加価値がないと再販しづらい。さて、本当に売れなくなった時にはどうなるのでしょう。不幸にも所有者が亡くなってしまった時は相続人に引き継がれることになります。いらなければ相続放棄すればいいやと思われるかもしれません。しかし放棄するとなると、すべての引き継ぐはずの遺産を放棄しなくてはならなくなります。つまり他の遺産を相続するのであれば負の遺産も相続するということです。まとめます。売れないとどうなるの？所有している限り永久に維持費がかかります。どうです？ちょっとビビりますよね。でも考えてみてください。これは家を買っても同じです。安易に購入してみたらとは言いませんが、購入後には他では味わえない未来が待っています。勇気を出して新しい生活を始めてみましょう。このチャンネルでは海辺のリゾマン暮らしの情報を発信しています。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。